と思います。今日はちょっと日本時間11時半で遅い時間ですが、今日も皆さんとお休み前にまったりお話できたらなと思うので、どしどしちょっとお待ちしています。ちょっとすいません、充電させてください。今日はですね、さっきまでちょっとお仕事をしていて遅くなってしまいました。はい、じゃあちょっと注文します。アンキャフェロゼシルで頼めたのかです。はい、コメント大丈夫かな、電波大丈夫ですか。もし見れていましたら見れていますってコメントをください。お願いします。平気かな、後ろ映ってますか、大丈夫ですか。こんな感じで始めたいと思います。聞こえてるかな、大丈夫かな。ただいまフランス時間昼間夕方の4時半37分です。今日はねちょっと遅い時間だからそんなに遅くならないようにねしたいと思います。あ、こんばんは、よく見えて聞こえてます。あ、よかった。じゃあこのまま進めたいと思いますこんばんは、こんばんは何あ、聞こえてますよ。ありがとうございます。ちょっとね今日はしようと思います。一昨日かな、びっくりした。改めてフランスのセリってプロだなって感心しちゃったのお話をしたいと思いますちょっとなんでこんなに笑って、あ、ちょっと途切れるちょっと待ってくださいね。電波大丈夫かな。ちょっとお待ちください。お店の Wi-Fi あるならそっちにつなぎますね。なんていうお店なんだろう。慌てて入ったからなんてお店かがちょっとよく分かってないんだけど、もしかしたら一瞬ぐるぐるってなるかもです。少々お待ちくださいね。 Wi-Fi あるのかな。ブラッセリーシックってお店みたい。今日はねはい、ちょっと一瞬ぐるぐるってなっちゃいましたが、このまま行きます。ちょっとパリあるあるで電波が悪いので、もしも聞きづらくなったらその都度教えてください。今日は注意喚起も含めて皆さんに私が一昨日遭遇したスリのお話をしたいと思いますでね、途中でこうお話ししながら進めたいと思うので、何でも関係ないお話とか質問もコメントお待ちしてますね。後ろのマダムかっこいいですね今日はねお天気もよくてって言いながら今雨降りそうですが、比較的お天気がいい時間が多くて気持ちいい一日ですこんばんはしてる。そう、じゃあお話しするおととい日本から来たママと娘さんの2人をパリご案内中に起きた出来事ね。で、あの駅何だったかな、多分ボンマルシェがある駅から12番線だったっけな、乗った時なのですが、3人でずっと行動をしてて、でそのご案内させていただいてたママと娘さんがね、ザ日本人って感じのすごい可愛らしいふわんってした本当になんか優しい、本当に優しいんだけど優しい感じのねお二人で本当に日本人っぽいですよねって話をしていながら歩いていたのですが、でその3人、私と3人で歩いてて、で地下鉄メトロに乗り込もうとした時にこう手動式の電車でカシャって開けてちょっと混んでたんだけど、入った瞬間、入る前かに若い同じ10代かなぐらいの女の子たちが何人かドバドバって私たちの前に立って、でもフランスのメトロって乗り込む時に列になるその線っていうのはないので、先に行きたいのかなって思いながらもちょっと警戒はしてて、その若い女の子たち同じお顔の感じの若い女の子たちだったから、もしかしたらスリ集団かなとか一瞬思いながらメトロに乗り込みました。そしたら乗り込む時になんか囲まれてブロックされて、すごい前になかなか通してくれなかったんですね。でメトロのドアは人間がいようがいまいガシャンってしまって挟まれてしまうので乗り込めないと危ないと思って、3人で私とその日本人の親子2人
が乗り込む前に彼女たちが乗り込んで当選簿したものだから挟まれそうになってしまって、私がママの方、お母さんの方が挟まれないようにこう斜め掛けのバッグを手で押さえながらこうやって早く乗り込んでくださいってね、手を添えたんですね、腰に。そしたら片手が空いて、で携帯電話はもう絶対取られないようにしっかり握ってやってたのですが、お母さんを背中をこうサポートして入ってくださいって入って入れた、ドアがガシャンって閉まった、よかったっていうその3秒から5秒ぐらいの間、一瞬手を添えた間になんとバッグに入ってたお財布が盗まれてて、でそれも乗り込んだ、入れてよかったって思って、で私いつもパリで生活してる時には、1分に1回2分に1回ぐらいはバッグの中チェックするですね、無意識に手を入れてあるかなって。でその時もいつもの癖で乗り込んですぐに開きづらいポレーヌのすごい手の入れにくい、開きにくい、スリに合いにくいバッグを使ってたんだけど、ちょっと気になってバッグの中を確認しようと思って手を入れようと思ったらバッグが開いてたんですよ。で乗り込む前もチェックして、その時には開いてなかったからおかしいと思って、しかもなんかちょっとやっぱり違和感が、一瞬だけ何かの違和感があって、でもおかしいと思ったらお財布がなくてですね。でそのお財布も今度そのポレーヌのバッグの紹介の時にお見せしますが、私が使ってる大きめのお財布で無理やり手を入れてギュッてやらないと取れないぐらい取りにくいバッグとお財布の組み合わせだった。なのにもかかわらずすごい綺麗に取られててですね、でも落とすわけない、落ちるようなバッグではないから落とすわけではないって確信して、もう取られたって思って、でそういえば目の前にいた女の子たち、今目の前にいる女の子たち5人ぐらいがこれやっぱりスリだなってすぐ分かって、でバッグ確認してないってなったから、パッて目の前にいた女の子たちを睨んで、お前たちだろみたいな感じで、さあ5人いるうちの誰が持ってるかわからないから誰を捕まえて問いただそうみたいな感じでその子たちを睨んだら、目の前にいた女の子の手からポロンってお財布が落ちて、でなんかパタッて音がしたんですよ。でそしたら目の前にいた女の子がお財布落ちてるよとか言い出して、白々しくで、おいアロンジェシルブってそう白々しくね、お財布落としたよとか言い出して、いや今あなたの手からお財布落ちたよねって言いたかったんだけど、揉めてもしょうがないから、本当だこれ私のお財布だねって、私の足元に今目の前で落としたお財布を拾って、ですぐに中身確認して、カードもあるし現金もあるし、ただ現金いくら入れてるかちゃんと数えてないからなくなってるかわからないけど、全部はなくなってないし、私が一番すごいドキドキしてショックだったのは、外側のお財布が最近プレゼントでいただいたボッテガのお財布だったんですね。ですごいお気に入りのお財布でもらったばっかりだったから、中身っていうよりはそのお財布がなくなったことが本当にショックで、ちょっと心臓バクバクして、だけどそのお財布はねポトって落ちてたからすぐ拾って、で落ちたよって、あなたのかいみたいなことで女の子に言われて、そうだよ私のだよみたいな感じですぐ確認してバッグに入れて、その子たちがいる場所から離れようとして、そしたらまたね行こうとした時に当選簿されて、でまたかよって懲りないなと思って、でもう払いのけて、もうスリって分かってるから、でもうお財布握ったまま、もうバッグもこう抱えたままちょっと離れたお席にご案内してた親子2人がいたので、そっちに歩いて行って、そしたらどうしたんですかお財布持ってみたいな感じで言われて、いや今一瞬盗まれてスリにでなんか落ちてますって言われて拾ったんですよみたいな会話して、で本当にスリいるんですねこんなに頻繁にみたいな感じでね、ご案内してたお二人にもドキドキさせてしまったのですが、結局そう私がすぐに気づいて問いただそうとしたのを彼女たちが察して、でメトロが走り出し、ドアが閉まって走り出した瞬間に気づいたから、一駅分は閉じ込められてるじゃないですか。でその時に私が現行犯で捕まえたら警察に突き出されちゃうって分かってるので、気づかれたと思ってとっさに彼女の判断で
取ったのに取ってないことにしたくてなんか落ちてるよっていうね判断を取ったんだけど、それすごいラッキーで、もしも一駅気づかないで乗ってたらもう彼女たち次の駅で降りちゃってなくなって終わりだったから、本当にすぐ気づいて、もうラッキーだった、本当にラッキーな出来事だったなって思ってね、もうこれは怖かった話っていうのもラッキーだってお話として話してるのですが、気づいて、でしかも彼女たちねまた白々しくね、私のお財布落ちてるよって言って私が拾って、でバッグに入れようとしたら「Is it yours?」とか言って、それ本当にあなたのみたいなこと言ってきて、ふざけるなみたいなそうでしょ、あなたが今私のバッグから取って落としたふりしたやつだから私のだよねみたいに思ったんだけど、まあね、何を言ったところで、価値観の違う方たちなので争ってもしょうがないから、そうだよって言って、もうそこからは彼女たちと関わらないように離れてね過ごして、そしたら彼女たちも私に突き出されたら困るからすぐに次の駅で降りていったのですが、で結局その親子2人、ママと娘さんも何も取られてなくて、多分、結構私がずっと注意をして気をつけてくださいね、するよいいですよって言ってたこともあってね、すごいしっかり注意をされて過ごしていたので、ちゃんとチャック閉めて前に抱えてって持ってたから盗まれませんでしたが、後からその降りてから聞いたら、やっぱりなんかそのお二人も一瞬なんか変だなって娘さんの方は思ったみたいで、ちょっとなんか妙に話しかけてくるし、妙に囲んできて当選簿するなって思ったんですって言って、でやっぱりスリだったんですねっていう感じで、なんか本当にねちょっとの違和感なんですよ。その私だったら見てこれスリだなって分かるけど、経験したり会ったことない人にとっては本当にねほんのちょっとの違和感なの、なんか変だなとかやっぱり人間の勘として思うんですね。でその娘さんもちょっと変だなとは思ったんですって言ってね、で結局もう何も取られなくて本当によかったのですが、もしねお二人でいたら多分狙うのがそっちに的がいってしまうので、その一駅中ずっと囲まれて取れるその隙を狙われてたんだと思うんだけど、ずっと注意してね、最初の時から注意して、これはダメ、チャックは閉めてとか前で抱えてって言った通りにしていただいてたので取られませんでしたが、もう本当2人だったら怖かったねっていうね話をしてて、もう本当に取られた、一瞬だけど取り返したけど取られたのも私で本当に良かったなっていう感じでした。多分外国に慣れてる方でも取られちゃうのですが、その経験のない方だったらその本当に3秒から5秒の間にチャックとボタンを開けてお財布を抜いてるから、まさかって思う。本当にねすごいの、綺麗に取るの。その感動した、本当にプロなんだ、彼女たちプロなんだなって感動したんだけど、それくらいだから乗ってすぐもし慣れてなくてちょっとの違和感に対してもしちょっと違和感あるなぐらいで終わらせちゃってたら取られたままになってると思うので、やっぱりパリって危険だなって久々に感じた出来事でした。だけどちゃんと取り返したからラッキーお財布は無事です、中身も無事でしたけど、久しぶりにスリに遭遇しました。改めて観光客の人にとってはちょっと危ないなって思いました。でこれは今回はメトロの中でしたが、メトロの中だけじゃなくても道でもねよくこういうことがあるので、注意喚起これからもしていかなきゃいけないなって思う出来事でしたっていうことがありましたびっくりしちゃった。すごい上手、本当に上手。多分違うことにあの才能を使ったら彼女たちすごい器用だと思うから、いいお仕事できるのになと思うぐらい上手だったびっくり。でも白々しいでしょ、お財布落としたよとか言ってきて、今落としたじゃんあなたがってね、ツッコミどころ満載でしたで一回コメント読みますいっぱい喋っちゃった、まとめて喋っちゃった。聞こえてました？大丈夫でした何ねえ、お財布ね盗まれちゃってショック。ボボンジュー、コモンサバ、ウイサバ、メルシー、オイジュドゥビーランジ、ユイターフキャロント。8時40分なの？メキシコ。こんばんは、こんばんは。朝かな？夜かな？
当選簿やばいですよ。でもね、こうやって当選簿するわけじゃなくて、だいたい彼女たちグループで動いてるので、だいたいメトロのスリ、街中だけどスリって若い女の子たちとかが多いんですね。10代ぐらいの朝黒い系の女の子たちね。で、なんか服装も別にすごいボロボロなわけではなくて、私が見たらなんか変だなって思う典型的な服装なんだけど、知らなければわからないようなラフな服装を着てて、でみんなグループで動いてて、で当選簿も高当選簿するわけじゃなくて、ちょっと混んでて窮屈で入れないみたいなのを装った当選簿なんですね。で1人が入るときにババババって5人ぐらいで囲んで、ちょっといけないみたいな感じで、私もそのお母さんの方を入ってくださいって手で支えて入れた後に、もう体は中に入ってるのに、目の前にいたそのお財布を取った女の子が危ないからもうちょっと中おいでよとか言って袖引っ張ってきたんですよ。でこれおかしいと思って、そんな優しさで袖引っ張らないし、全然危なくないし、これは危ないなってその時にも思って、多分その袖を引っ張って袖に気を取られてる、ちょうど私がこうカバーをして、でこっちで袖を引っ張られて両手がこうなった瞬間の3秒から5秒に取られたんだと思うんだけど、その時もなんか妙に話しかけてくるし、危ないよとか言ってくるし、観光客扱いをして妙にしてくるんですね。だからなんかおかしいと思って、でその娘さんたちの先に乗った娘さんたちの方にも妙に話しかけてきたみたいで、なんか変な距離感、ちょっとフレンドリーを装った距離感をしてきて、やっぱりなんかおかしいと思ったら結局スリでっていう感じで、だいたい4、5人でみんな動いてるので、取ったらすぐに隣の子に渡して、でちょっと1人遠くに行って現行犯で捕まらないようにして、で出口が開いたらもうすぐパッて降りて逃げるっていうパターンがいつものパターンなのですが、本当にね気づいてよかった。取られた瞬間に気づいたから取り返せて本当に良かったと思った。もう本当常にもう何回もそういう経験してるから、さっきもお話しした通り、1分3分間隔で常にバッグの中手を入れてチェックしてるんだけど、その癖がついててよかったなって思う瞬間でした住んでてもこんな感じです。で一旦コメント読んでから、今日ご案内した方からもね、そういうねみたいな話聞いたからしますねなんかこれからパリに来ようという方とか、憧れをお持ちの方とかにもあんまり怖がらせるようなね、前のそのエルメスの注意喚起の時もあんまり怖がらせないでくださいみたいなコメントをいただいたのですが、本当に、ね、怖がらせたくはなくて、できればただ楽しみで来てほしいのですが、それで来ると本当に被害に遭っちゃうし、手放しで大丈夫ですって絶対に言えない街なので、怖がらせるつもりは全くないのですが、本当にあったお話っていうのをこれからもしていきたいなって思います本当に良かった。本当にお気に入りのお財布でね、久しぶりにもう十何年、あれインスタか何かでご紹介したっけ、本当に何年ぶりかに新しくしたお財布だったからね。ひどい話ですよね。本当に、ひどい話だけどラッキーだったお話。本当に自分ラッキーだなと思った。取られたものがちゃんと取り返せるって、今までにも取り返したことあったけど、本当にラッキーだなって思った。でご案内中、結構私ご案内をするときにはガイドさんってよりはボディーガードみたいな気持ちでいつも皆さんを、日本人の方ご案内するときご案内をしていて、やっぱり70% くらいはお客様って一緒にいる方の方に気がいってるんですね。その一緒にいる方が狙われるのが一番嫌だから、そっちに気がいってるのもあって、自分もちゃんと気を張ってるけど、でもそっちに行きがちだから、改めて両方とも 80% ぐらいで 160% ぐらい警戒しないといけないなって思った本当体力よりもなんか気持ちが削られますね
こんばんはしてる。めぐぐさんほどリスク意識していてもそんなことになるなんて。そして言葉を交わさないプロプロ対プロのやり取りがすごい勉強になりまくりです。でしょ。これね、本当に観光客だからとかじゃなくて、私みたいに10年ぐらい住んでますが、住んでても元からフランス生まれフランス育ちの人でもやられるので、今回も確かにちょっとだけ一瞬の気の緩みというか、自分よりも相手に気持ちを向けた瞬間じゃないですか。その一瞬をね狙ってくるんですよ。で多分だけど、もう地上にいる時から私たち3人が狙いを定められていて、いつものパターンなんだけど、で一緒にもう取ろうと思って一緒に中に入ってきて、でもういつもの連携、そのサッカーでいうこうなんかプレースタイルみたいな感じなんだけど、連携でこの3人を狙うから、この3人の前に立って電車が来たらまずちょっとこう当選簿みたいにして、まずは一番開けやすいこのバッグ行ってみたいなね、そんなねやり口なんだけどね、ちょっとおかしいなと思ってたからこそ防げたんだけど、何も違和感を感じないかったら絶対取られたままだったと思う。怖いですね。怖いというか全くですね。フランスはお財布にチェーンとかつけないとやばそうだな。観光でいらっしゃるならチェーンはつけた方がいいと思う。ダサいお財布で全然いい、取られるよりマシだと思います。別にお財布でおしゃれする必要もないし、もうリスクとの兼ね合いだけど、お財布はチェーン付きのもう100均とかでも何でもいいので、引っ張っても取れないようなものを持ってた方が気持ちが落ち着いて観光できると思います。そっちのがおすすめです。どんなカバンが狙われやすいですか？どんなカバンが狙われやすい？一番狙われやすいのはリュックサックですが、もうリュックサック持たないのはもう前提として、リュックサックを背中に持ったらもう取ってくださいみたいになっちゃうので持たないように。もしリュックサックどうしても持ちたいなら、パリジャンがよく持ってるんですが、なんて言えばいいんだろう、こう例えばこれはよくわからないポーチだけど、こういうリュックサックでもこう四角のリュックサックで、ここの内側をこうチャックとかで締めてこうやって折りたためるタイプのリュックサックがあってですね、そうするとここを開けてもこうやって広げてここを開けないと取れないから、多分そのリュックサックだったら下をナイフで切られる以外は取れないから、それなら持ってもいいかなっていうのと、あとすごい硬いドクターマクタンとかで売ってるようなすごいがっしりした革でもう苦労して開けなきゃ開かないようなリュックサックだったら持ってもいいと思いますが、普通のチャックとかで開いちゃうようなリュックサックは絶対持たない方がいいです。もし持つなら常に気にしてるかお腹の前で持つ方がいいです。あとは、狙われやすいのは斜め掛けショルダーの簡単に開いちゃうやつね、ちょっと外側にチャックがついてたりとかを腰より後ろに目が届かないところに持つとすぐ取られちゃいます。そういうのを斜め掛けも持つなら必ずお腹の前に来るように持って、でもうチャックが開いたりする側を自分の方に向けるとか、お財布とか携帯電話とかはバッグのチャックの中のチャックとか小さいポケットとかついてるじゃないですか、ああいうところとか奥に入れるとかする方がいいです。あとね、こういうね、私今日は持ってるんだけど、こういう普通のハンドバッグね、手に持つタイプのハンドバッグ、これもメトロとかで普通にただこうやって持たないで下にこう持ってるとチャック開けられて気づいたらないってことがあるので、とにかく開けやすいバッグはダメです。リュックは絶対避けた方がいい。斜め掛けバッグ持つなら開きにくいものでお腹の前で持つ。ハンドバッグ持つなら必ずチャックを意識して、人が混むところ、メトロ内だけではなくてルーブルとか何でも混むところに行ったらこう抱えて持つようにするのが風がいいと思います。あとね、結構パリジャンがよく持ってるトートバッグね、布とかでできてるようなトートバッグっていうんだっけは、あれは意外に取りにくくてですね、男性とかはああいうのがおすすめです。
手を入れても結構深めなので手が入れにくいのと、単純な布でできてるやつねのトートバッグを持つとこうやって脇に挟んじゃったら開かないし、それは結構パリジャンもよく持っていて、それは男性の方にはおすすめかな。女性にももちろんおすすめですが、もうおしゃれに見えるしいいんじゃないかと思います。バッグ一つ持つにも大変ですね。フランスに来てからね、バッグ買う時もまず先に考えるのがスリに会いにくいかどうか、自分がこのバッグを持っている時に貴重品を守れるかどうかを前提にバッグを選ぶようになったもうなんか簡単に開いちゃうようなただのおしゃれなバッグっていうのは絶対買わないようにしています。コメントありがとうございます。バッグは抱えた方がいいですね。もうね、おしゃれとかはいいの。とにかく安全第一で、その安全が守れる自信ができたらおしゃれしたらいいと思う。今日寒そうですね。今日ねちょっとね、さっきまですごく暖かかったのに気温今11度、太陽が出ると体感温度18度ぐらいに感じます。どんなバッグだった？今回スリにあったバッグは今紹介動画作ってますが、前のライブとかあとインスタとかでも買ったよって紹介したね、これくらいちっちゃいポレーヌの代表作の、ナノだっけな、ちっちゃい丸いバッグでね、それもね本当に取りづらい、開けづらいからそれにしたんだけど、それでも取られちゃったから、いろんなタイプのバッグで練習してるんだと思う、彼女たち。このタイプの時にはこうやって取ろうとかね、スリの子たちかなり勤勉で働き者なのですごく勉強してると思いますよ。あと今度今ちょうど紹介動画作ってるので、そこにテロップ、スリに狙われたバッグってテロップ入れておきますあれもでももしも持つなら本来取りにくいと思うので、パカッて開く方をお腹側にしてれば取られないですねっていうバッグです何もなくてよかったです。私はローマのテルミニ駅でジプシーにバッグに手をかけられて喧嘩したことあります。妊婦だから許してお金ちょうだいと言われて手で払い避けました。ずうずうしいですよね。海外ではバッグに貴重品入れないので取られるようなもの入ってなかったのですが、本当にずうずうしい、白々しいんですよ。本当に妊婦とか関係ないですし、本当に妊婦かもわからないですしね。でもね、スリの人ね、結構妊婦さん、わざと妊婦っぽくしてるのか妊婦さんか分かりませんが、もう多いし、子供多いし、本当にちっちゃい幼稚園生ぐらいの子供も、スリとして叩き込まれてね育ってるから、エリートスリみたいな感じで育ってるので、そういう子も多いし、なんか弱そうな子をわざとスリとして使うので、ちょっと日本人の心的になんていうんだ、優しさが出ちゃいそうになるんだけど、そうするとつけ込まれるのでね、もうそういう時には本当に正しい判断、追い払うのが一番いいです。怒るぐらいでいいです。もう振り払ってもうピックポケットとか大きい声で叫ぶぐらいがちょうどいいと思います。海外に行ってすぐ勘が働いて違和感を感じられるかな。ズボン2枚履いて下のズボンに財布とパスポート入れようと。そう違和感はね、なかなか感じられる人感じられない人がやっぱりいます。住むのが長くなってくるともう感じられるようにはなるんだけど、ふらっと海外に来たとか何回か行ったことあるってだけだと、やっぱり国によってスリのタイプも違って違和感もいろんな種類があるので、その違和感をスリ脳みその中でシナプスでスリだっていう風につなげるのにやっぱり時間がかかるんですね。今でこそこの違和感はスリだって思うけど、ちょっとの違和感ってなんか変だなってだけで終わっちゃうので、もう違和感があったら気をつけようっていうのに頼っちゃうと多分取られちゃうと思います。囲まれたら防犯ブザーを鳴らすのは効果あるのでしょうか。はい、囲まれて大きい音とか大きい声を出せば、ブザーじゃなくても大声出せば逃げますね、彼女たちは。けどそれもね、囲まれてるっていうのも違和感の一つで、例えば今回のメトロも
囲まれてるのか混んでてこうなってるのかの区別がなかなかつけにくいですね。彼女たちがグループなのかっていうのも私は見てわかるけど多分わからないと思うので、混んでて中に入れないのか囲まれてて中に入れないのかの見極めも難しいから、だからもうその声を出したり防犯ブザーを使うに至らない対処をするのが一番いいと思います。若い女の子たちに囲まれてフレンドリーに話しかけられたらスリ。そうです本当に話しかけられたらスリだと思った方がいいです。ボンジューボンジュー、こんばんは。ちょっとここでコーヒーいただきます。今日ねアロンゼ頼んだんだけどお湯と別々で来たの、コーヒーと。いただきます。お湯入れてね。じゃじゃん。私薄い、今日コーヒー飲みすぎてるから薄くする。ちょっといただきます。苦い。よし。はい、ちょっとこの後今来てるコメント読んだらもう一個もスリのお話しますね。そういえば10月にリオの地下鉄の駅で切符買うときにカードで買おうとしたら横からカード番号を見ようとしてきた若い女がいました。日本にいてもいつも隠して番号を入力しているので習慣って大事だと思います。手で隠すと駅の防犯カメラに映らないから決済できないよと言われて、あまりにバカな理屈で苦笑いしてしまいました。本当におバカですね。改札通るまで文句言われました本当になんだそれって感じですよねこれもね本当におっしゃる通りで、フランスだけじゃなくて海外で駅とかね公共の機関でカード番号を入力するときには基本的には絶対隠して入力した方がいいです。周りに誰もいなくてもちっちゃいカメラが上についてたりとかする時もあるし、横から見られてることもあるのでカード番号は絶対に隠して入力するようにしてください。でカードをね取られなくてもこれも経験あるのですが、知らないうちにスキミングっていうんだっけされてることがあります。私も1回あるし、ご案内した方でも何人かされてたっていう方がいて、それがタクシーの中だったのか、その時もその方もなんか昨日のタクシーでそういえば違和感あったとかね、そういう感じなのですが、確信まではいかないけどなんか違和感あったみたいな感じなのですが、そういうことがあるのでカード番号は他人に見せるものではないので、レストランであろうがどこであろうが必ず隠して入力するようにしてください。で基本的にレストランだったら金額を入力して入って渡されて、でその場で暗証番号を入れるんだけど、その場で入れる時にもお店の人は絶対に見ないように目を背けるしするので、今みたいにねカード番号見せろみたいなのは絶対おかしいので気をつけてください。本当にねなんかもう苦笑いしますよね。今回の私のも本当にこれあなたのお財布とか言いやがってもう全くですね。でわざと悪口言うんですよ。本当にその子たちもだったけど、なんかずっと取れなかったことが悔しいから英語でなんか悪口言ってたりとかしてふざけるなよって感じですねまあね、それくらい日本人がね清潔でお金持ってそうでなんかおとなしくて優しくてって思われてるからね、しょうがないんですけど、全くですね。6月にパリへ行くことが決まったので、日本みたいに平和ボケしないように気を引き締めてパリへ遊び尽くします。ぜひお会いしましょう。本当に気を引き締めていらしてください。平和ボケって言葉なんか悪口のように聞こえるかもだけど、本当にね日本人は平和ボケをしています。その悪い意味ではない。日本にいたら平和ボケしてられる国、それくらい安全な国ってことだからいい意味でもあるんだけど、それが外国に来るとつけ込まれるので気を引き締めていらしてください。去年夏にパリに行った時、メトロで何組かのスリと思われるチームに会いました。他人のふりして違う車両から入ってきて目配りさせて明らかに狙いを探していました。エスカレーターでは上と下に他人のふりした黒人の若い男の子から囲まれて明らかに狙われていると思ったことがありました。ショルダーバッグを両手でガシッと掴んで平然なんていうのこれごめんなさい
と歩きました。そうこれもよくあるエスカレーターで囲んでくるやつね。聞こえてるかな。この前もねシャンゼリゼでやられました。それ同じこと。若者のやっぱりグループでお買い物後を装ってた。ザラのショップ袋とか持ったりとかしてる、5人4、5人ぐらいの若い子たちで男女混ざってて、でわざとエスカレーターで囲んでくるんですよね、上と下でね。でその時も妙に話しかけてきて、なんかジャパニーズとかいろいろ話しかけてきて、でも私はスリだなって思ったから同じようにガシッて持って、気づいてるからねアピールをしたんだけど、そういうことやりますね。それをねスリってちゃんと判断できれば防げますよね。私もパリで囲まれた。その時は中学1年生の男の子と小学5年生の女の子で手で強引に押しのけるのが気が引けて、その隙に財布をやられました。ありますね。でも逃げる3人のうち一番遅かった2年生の女の子を捕まえて取り返せた。よかったと思ったら、お財布の中のお金半分は取られてた。子供相手は暴力を振るうのはありだろうか。これ難しいですよね。こう思うって分かってるから子供を使うんだけど、かといって子供に暴力はできないので、もう子供が近づいてきたら払いのけるというよりは貴重品を渡さないってガシっても渡さないよアピールをするのが一番ですよね。でもしも取られてしまったなら暴力は良くないから、子供だったら暴力しなくても力でこう押さえて問いただせば出してくるとは思うのですが、これ難しいところですよね。でもそれも分かってて子供にやらせてるグループとか親がいるから、もう本当にそこが心が苦しい。子供たちはね悪いことと思ってないの。スリをすることが悪いことと思ってなくて、取って親がどこかに持ってったら褒められるからやってるんだと思うんですよね。それで生活してるし、取れば取ったほど褒めてくれるからやってると思うんだけど、子供相手になるとね、私もついつい優しくしたくなっちゃうけど、そこは気をもうね割り切って、子供が来てもちょっとおかしいなと思ったら防御に徹するのがいいと思います。もう取られちゃってからだと、力ずくというか逃げないようにするしかないので、こういうの難しい問題ですね。変な人が近寄ってきたらこいつやばいと思われるように独り言をブツブツつぶやいたりゲホゲホ咳き込むようにしています。効果あるか分かりませんが、何度か海外に行っていますがスリにあったことはありません。いいかもいいかもですね。ちょっとやばいって思わせればいいのかもですね。でもね、相手もね近寄ってきても、例えばこうバッグを目が合った瞬間にバッグをガシッてやったりとかすれば、気づいてるな、この人分かってるなって思って、その人の狙い標的からは外れたりすることが多いので、あからさまにさっきまでずっとついてきたのに違う人に狙いを定め直してたりするから、もう気づいてるぞアピールをするのがいいと思います本当に怖かった。神戸の本当に怖かったですよね。怖かったですよね。もう神戸の母娘でもそれでも今もとてもいい思い出です。よかった。もうなんかね、ちょっとねことがあって、きっと一緒にいたからドキドキさせちゃっただろうなと思って、ただ全部のパリを味わい尽くした感じでしたね。本当に怖かったですよね。もう結果取られなかったからよかったけど、あれで取られちゃったらもうね、一日気持ちが、取られたものが戻ってこないと分かってたとしても気持ち沈むし、いやー本当にいい経験といえばいい経験でしたね。でももう今回そういう思いしてるから、多分次回海外とかに行った時にはなんとなく分かるし、同じようなことがあってもドキドキ度が半分で収まると思いますいやでもよかった。本当に取られなくてよかったです。もうこんなことありましたね。いい思い出ですねスキミング防止のケースも売っているのでおすすめです。帽子のケースいいですね。でもスキミング防止のケースって使う時には出すのかな。出しますよね。結構ね、タクシーでスキミングされるパターンってカードの機械がスキミングの機械だったりするの。堂々と
て1個それに通してなんかこのカード通らなかったとか言われて、でちょっと違うカードで違うカード試してみるとか言って違うカード出すと今度また違う機械出されて、そっちでお会計できてっていう感じで、堂々とスキミング用の機械にまんまとクレジットカードをね通させるテクニックがあってですね、だからもうでも難しいんだよな。かといってカード社会だから使うなってわけにはマイクが引かないですが、本当にねカード使う時にもちゃんと自己管理で気をつけないといけないですね。晴れたやった晴れた気持ちいい。もうちょっとこうしようか。今の方がお外映るか。現地在住の方のスリの経験大変参考になります。本来は経験しないのが一番なんですけどね。経験しないに越したことないし、してほしくないので注意喚起したりとかねしてますが、やっぱりね人間だからね、気の緩みっていうのは絶対にあるし、疲れてることもあるし、体調が優れないこともあるし、あと楽しすぎちゃって、今回はだけどすごい私楽しくて、お二人といる時がですね、そういうね本当に1ミリ2ミリの気の緩みにつけ込んでくるんですねでも彼女たち気の緩みを世界中の人の気の緩みっていうのを見極めてきてる子たちだから、ある意味なんかそれに適した職種に就いたら結構実力発揮できるんじゃないかなって思う子供に罪はないですよね。そうなんですよね。子供に罪はないんですけどね、ただ子供に取られた経験がある人からすると罪なんですよね。難しいところですよね本当に。多分今大人になってスリしてる人たちも子供の時からそうやって育ってきてるからすごく難しいですね。これはもうね大きな問題だからね、どうにもコントロールできませんが、でたまに最近インスタとかでもパリでねたまにやってるんだけど、パリジャンとかも見たらスリってわかるんですよ、あからさまで。で道でアンケートとか書いてって言ってくるのは大体スリ集団なので、女の人たちなのでその人たち見つけると若い男の子たちがピークポケットとか言い出して、で彼女たちがアンケートを書かせてる彼女たちのところにピックポケットですみたいなフランス語と英語で書かれたプレートを持って周りを囲んで、で彼女たちが行くとこずっとついてって、彼女たちはピックポケットです気をつけてくださいとか、なんかお財布取っちゃいますよとかね、ふざけて言いながら彼女たちをつけ回してメトロまで一緒に乗ってって、彼女たちはいつもこの線でスリをしてるスリ集団なんですよとかね、なんかそういうこと言いながら、一種の注意喚起をしているのですが、そういう動画のコメントにもなんか人権を侵害しているとか、特定の人間に対してこういうことをやるのは良くないとか、そういうコメントもあれば、なんかいい仕事してくれたとか、私も取られたことあるから人権とか言ってる人は自分が取られてみたら分かるぞっていうコメントがあったりとかして、やっぱり賛否両論ありますが、取られたことある人からすると人権も何もね、犯罪者、捕まらない犯罪者っていうカテゴリーだから、もう捕まえてもビザがない人たちなので別に一泊して出てきちゃったりとか、十何歳以下の子供がスリが多いのもその年齢だと罪にならないので、もし現行犯で捕まえても注意されて別に何も罪に問われない、スリぐらいでは問われないんですね。だから繰り返すから、そういうのも分かっててね、注意喚起でやってる人もいるんだけど、なかなか深い問題ですよね。なんかそういうもっと厳しく取り締まればとか私も思うけど、それ以上の出来事が常に起きてるから、別にそんなちっちゃいこと自分で注意できるぐらいのことしろよって考えなのも分かるし、難しいですね。今週末ヨーロッパに行く予定ですが、パリは寒いですか？難しいです。今日はあったかいですが、昨日はすごく寒かったです。気温も結構日によって10度15度とか差があるので、寒いですとか暑いですっていうのは言えないので、
今月来月4月5月にいらっしゃる方は春服ベースにこういう冬にも着れるようなコート、ウールのコートとか、ダウンの方もいるぐらいなのでを持ってくるといいと思います。今みたいに太陽が出るととっても暖かくて、薄着でも大丈夫な感じ、こう薄いトレンチとかでも大丈夫な感じですが、ちょっと曇ってて雨が降ったりするともう冬のコートとかダウンでもいいぐらい寒くなるので、ちょっと寒い暑いっていう判断ができない。あと朝晩はやっぱりかなり冷える。今の日本の気温よりもかなり低いので、寒いくても大丈夫なコートっていうのは絶対持ってきた方がいいと思います。なんかすごい下から光が親切で話しかけてくれる人との区別がつかないですね。それと基本的には海外では店員さんにキャッシュカードを渡すことないんですね。覚えておきます。はい、親切で話しかけてくれる人もたくさんいます。困ってたりしたら助けてあげようと思って話しかけてくれる方もたくさんいて、私はもう見分けつきますが、やっぱり難しいと思うので、基本的に話しかけてきてくれたら、邪気にするのが嫌だったらノーセンキューとか言ったりするとかして、あんまりこう道とかね、駅とかで話しかけられたら全部ノーセンキューっていうのもちょっと英語としてあれだけど言うのがいいと思いますね。お店の中とかは必ず挨拶するし、店員さんも気さくに話しかけてくれるので、お店の中でお友達になって話すとかは全然 OK だと思います。あとお店の人にキャッシュカード、クレジットカードを渡すってことはあんまりありません。たまにお店の中の電波が悪くて、大体はお席でお会計なんですね。お会計のところに持って行ってお会計ってお店はほとんどなくて、席会計なので、今もここで飲み終わったら店員さん呼んでここでお会計をしてチップを置いて帰るっていう感じなのですが、その時にも基本的にはその場で金額を入力されて、機械を渡されて自分で入れて番号を押す、自分で入れるか店員さんが入れてくれて、暗証番号は自分が見えるように自分で押す感じで、その間店員さんはこう目をそらして暗証番号は見ないようにするっていう感じです。ですがたまにそこの席の場所がすごく電波が悪くてカードが通らない、 Wi-Fi がちょっとちゃんとしてなくて通らない時には奥に持って行って Wi-Fi があるところでこうやったりするので、その時にはちゃんと店員さんがちょっとここ電波悪いからあっちでやってくるねとか言ってくれて、で必ず暗証番号は店員さんは見ないでその場で自分で入れるので、向こうで勝手に暗証番号でやり取りするっていうことはないです。だからお店の中であんまり危険はないと思います。スキミング防止グッズ使うときは出さなければダメですね。やっぱりタクシーも安全ではないのですね。ウーバーとかの電子決済支払い、先払いが安全ですね。そうですね、そういうことも考えてやっぱりウーバーはとても便利です。登録してあるカードでお金のやり取りもカードのやり取りもないので、私はそれをおすすめしています。スリで生計立ててるのかな。普段何してるんだろう。スリが仕事か。そうですスリで生計立ててスリで生きてます。一家全員だし、そういうグループ、ギャンググループもあって、それが仕事なので、彼女たちは普通に出勤、同じ場所、その子のテリトリーがルーブルだったら同じ時間にルーブルに行って同じ時間ちゃんと働いて、多分シフト制だと思うんだけど働いて、その日に取ったものをザって出して、取れるものは取っていらないものは捨ててっていう風にやって生計を立てるっていうよりはそれで生きてる人たちなので、本当に悪気はなくて悪いとも思ってないから、こういうところでも当たり前にあるし、人がいくらいようが堂々とやってくるです。で取れるなら取れたでラッキーだし、ダメだったらダメだったら次の人に行くしっていう感じで、一切悪気はなくてですね、生きるためにやっています。だからね、ちょっとね、そういうこと考えるとかわいそうではあるのですがね。私さっきから水の中にいるみたいになって、これ何？なんか私海の中にいるみたいになってるなんだこれキラキラしてる何これあ、そう、スリの子供は明らかに不法滞在の
難民風でした。そういう子は学校も行けないし、普段から丸一日スリをするしかやることがない。そうですね、本当にその通り。学校にもね行けないし、ビザもないから、自分がなんだかっていうのも多分わからない感覚なんだと思うんですよね。だからかわいそうはかわいそうなんだけどね、難しいところですね。めぐさん素晴らしい。何ありがとうございます。カードでチップってどうするの？カードでお支払いするときにチップですか？カードのお会計に載せることができます。例えば、10ユーロのお会計で2ユーロチップ載せたいときだったら12ユーロでお願いしますって言ったら12ユーロって入力してやってくれます。スリさんたちはシフト制だったのか。そうですよ、彼らは勤勉ですよ。本当毎日働くし、すごいと思いますよ。なんか人に嫌われる仕事だしねすごいと思う。じゃあそろそろコメント読み終わったからもう一個のスリのお話ね。これはね、さっきご案内してた方の知り合いのお話なんだけど、パリでスリに残念ながら会っちゃった、もうスリに会ってしまったお話ね。その方は世界を股にかけたというか、すごい有名なカメラマンさんだったそうです。で、絶対お名前は言えませんが、言ったら誰でも世界中の人が知っているような人の専属カメラマンをやっていたりするようなカメラマンで、常に世界中を飛び回っていて、でもうかなり海外慣れしている方ね、プロカメラマンの方なのですが、その方がパリに写真を撮るために来た時に3つぐらいね、スーツケースにカメラとか機材を入れて、スーツケースを持って大きな駅から電車に乗った、ギャルドリヨンだったけど乗ったらしいです。で、その方ももういろんな国に行って、上から下までいろんな国に行って海外は慣れているので、その感覚で、もちろんベーシックに注意をして、スーツケース3つぐらい持って電車に乗り込んで、ちょっと混んだなって、やっぱりその時も今回の私みたいになんかちょっと混んだなっていう、一瞬だけ混んだなみたいな違和感があったらしいんですね。でそれが囲まれてた時で、なんかちょっと変だなって思ってドアが開いて、でさって人が抜けたと思ったら、スーツケースが全部なくて、でその中に何千万とかいうね、カメラの機材が、プロカメラマンなので入っていてですね、だから金額にしたらもう何千万取られちゃったことになってですね、でそれもすごい、その方もびっくりしたらしくて、ご本人ももういろんな国に行って同じように移動してっていうことをされてる方だったので、まさか自分がスリに会うと思っていなかったから、余計にびっくりしたというお話で、そういう方でもやっぱりちょっとの気の緩み、なんかちょっと混んだなって思った瞬間に、例えば全部バッグをガッて抱えたら取られなかったかもしれませんが、その混んだ中囲まれたっていうのに多分結びつかなかったんだと思うのですが、もう降りたらスーツケース全部なくなってて、もちろん機材が中に全部入ったから何千万分ぐらいのカメラもなくなっちゃって、でね、多分撮った人たちはカメラの価値とか分かってないから、もう売られた側、質屋に売るのか何なのか分からないけどの人がすごいラッキーな思いをしたと思うんだけど絶対ね、ぼったくってね、スリたちもぼったくられたと思う。それはなんか10万円だよとか言って、スリにとっては10万円、100何ユーロ、1000ユーロだよとか言われて、1000ユーロって多分大きいと思うから、やったーと思ってるかもだけど、全然1000ユーロ以上の価値があるカメラとかね、そういうものだったからね、そういうこともあってですね、本当に海外に慣れてるからといって気が抜けない場所です。結構私がご案内してきた方たちでも海外に慣れてますっていう方もたくさん撮られています。もちろん私がいる時には守れるのですが、ちょっとバッグを置いた瞬間にここ置かないでくださいねとかね、そういう風にして守ることはできる、注意してできるんだけど、ご自身だけの時とか、自分たちだけで行動している時にやっぱりやられてしまう方が多くて、本当にちょっとの気の緩み、普段はすごく気をつけてるのに、なんであの時だけ一瞬椅子に置いちゃったんだろうとか、
ずっと気をつけてたのになんであの時だけポケットに入れちゃったんだろうとかね、そういう一瞬でみんな取られてます。だから慣れてる慣れてない関係なく、やっぱりその一瞬の気の緩みってところにつけ込まれて、でそのスリからしたら日本人は日本人で別に慣れてるか慣れてないかなんてそんなに見分けてるわけではなくて、日本人って時点でもう狙いを定められていてずっとねつけられているので、本当に旅行慣れしてるから普通の人よりも緩みが少ないってだけで、人間だから絶対緩むので、そこにつけ込まれるので、慣れているからといって絶対に気は抜かないようにしてください。むしろ海外慣れしている人の方が本当に一瞬の気の緩みっていうのがあると思うので、もう慣れから来るこうなんていうんだろう、慣れてるし大丈夫だろうみたいなところもあると思うので、そういうのも気をつけるようにしてください。照ってきちゃったよ、あったかくてショックですよね。カメラとか撮られても仕事道具だしね。どこかの国でずっと頭を地面につけて土下座してお金を恵んでくださいしている人がいましたが、そういう人は行動力がない分まだマシだと思います。パリにもいっぱいいますよ。頭地面につけてお金くださいって紙コップとか置いてる人ですよね。シャンゼリゼにいっぱいいますそのタイプの人たちもうね、彼らはあれはあれでグループなんですね。だから単独でやってるわけではなくて、例えば頭をつけてお願いしますってやっている人にお金を入れる人っていうのはそういうことを知らない人だから、その人にお金をかわいそうと思って恵んだらターゲットにされるので気をつけてください。周りにいっぱい仲間が同じね仲間グループだから仲間がいて、で私は例えば足が良くないから正座というかこのずっと地面に座る担当しますみたいな感じでやってるので、全然ね単独じゃないんですね。なのでかわいそうという気持ちからお金を恵んだりすると、今お金恵んだ日本人いけるみたいに思われてずっと後つけられてまたやられてしまうので、もう行動してない人たちも周りの人がその分行動しているので気をつけるようにしてください。だいたいグループでね一人でやってるって人あんまりいないですね。むしろその純粋なホームレスさん、もう人生を謳歌しているような純粋なホームレスさんたちはスリはしない、ほとんどしないと思います。じゃなくて普通にお金恵んでください、食べ物恵んでくださいっていう人はいっぱいいますが、やっぱりスリっていうのは集団なのでね気をつけてくださいスーツケースごと瞬時に持っていかれるのですね。重いと思うのにすごいスキルですね。でしょ、すごいと思う。でもスーツケース盗まれた方は私がご案内した方の中にもいて、この話も前にしたと思うのですが、新婚旅行でパリ、ヨーロッパ周遊旅行みたいなのをされている方で、周遊旅行をされていた方、ご夫婦ですね。新婚さん、まだ若い新婚さんなのですが30代だったかな。で、いろんな国を周遊してきて、でそのうちの1個がパリだった。で日本人のアテンドさんもいて、一緒に空港からバスで日本人の団体ツアーで来て、日本人がいっぱい乗ったバスでスーツケースもそのバスに入れて、空港から直接ヒルトンホテルだったかな、どこかで降りて、でお荷物でアテンドさん、添乗員さんか、日本人の添乗員さんがずっと一緒にヨーロッパを回ってきた添乗員さんが、スーツケースはこちらで降ろしてホテルの中に入るので先に中に行って皆さんお待ちくださいみたいな感じに言われて、でみんな中に日本人たち、バスに乗ってた日本人たちみんなで中に行ってロビーで待っていたら、自分たちの荷物だけ全然届かないというか、外にあるバスから来なくて、で自分たちの荷物スーツケースまだ来てないんですけどって言ったら、その荷物を運ぶ人のに化けたスリ、置き引きなのかなが混ざっていたようで、その人たちにスーツケースを盗まれてしまっていて、結局スーツケース盗まれちゃったから、何も旦那様の方のスーツケースが盗まれちゃって、iPad とか全部、下着でも何でも履いてて盗まれちゃったので、盗まれた次の日に私がご案内をする予定だったから、もう本当はいろいろ観光する予定だったんだけど、
もうそれはもうしょうがないから、観光よりもまずは下着を買いに行ったりとか、充電器を買いに行ったりとか、あと必要最低限のもう日本から持ってきて取られちゃったものを買い揃えるっていうプランに変更してね回ったのですが、その時も添乗員さんも日本人だったから、多分日本の観光会社から来た人だったから、パリの危なさをそこまで多分理解できていなくて、私だったら絶対スーツケースから絶対目離さないです。自分のものはもう自分で守るっていうスタンスなので、いくら添乗員さんに荷物持ってくので中にいてくださいって言われてもちゃんと自分で見るし、5つ星ホテルね、パレスホテルって言われるところで、そういうところの制服着てる人だったら絶対安心して大丈夫ですが、ヒルトンホテルとか駅の前にあるところとかだと結構あそこもちゃんとしてるのだけど、あの駅が危険なので、あの周りホテルの前をね、いろんな人がこう通行してるんですね。で多分その時も通行人に化けたスリの人が、いっぺんにスーツケースを下ろしてるバスがあるぞ、で荷物運ぶ人はそんなにいっぺんに運べないから行ったり来たりする、その間に隙があるから通るふりしてこうスーツケース引っ張って歩いていっちゃったらわからないじゃないですか。だから多分そうやって取ったんだと思うのですが、スーツケース取られちゃって、でその取られた時も午後に着いたのかな、パリに。だけど iPad の保証とかってやっぱり警察のね届けがないと日本の保証が効かないから、警察に、被害届、盗難届をもらいに行かなきゃっていうことで、その日本の添乗員さんと一緒に警察署、皆さんホテルチェックインした後に取られちゃった方と一緒に添乗員さんが警察署巡りをしたらしくて、でもねスーツケース取られたとか携帯取られたとかぐらいじゃフランスの警察は全然相手にしてくれないので、結局 4,5 件警察署を回って、で行くとこうちなんかこの署ではやってないとか、あっち行けとかいろいろ言い回しにされて、で結局最後に行き着いたもう夜中になっちゃって、やっと被害届を書いてくれるっていう警察署に行き着いて、でそこで被害届を書くために椅子に座って順番待ってたら、なんか手錠かけられた人とか目の前にずらって座っててなんかすごい物々しい経験しちゃいましたみたいなね感じで、その旦那さんも結構ポジティブな方で、もう気持ちを切り替えて楽しまれていましたが、やっぱりね物を取られると心が痛くて、楽しさも 100%、 一瞬だとしても 100% じゃなくなっちゃうから、基本的に自分のものは自分で管理するっていうふうに思って、スーツケース大きさとか関係なく自分の私物は自分で守るっていう感覚で過ごした方がいいと思いますスーツケースすごいですよね。でも意外に重いけど、スーツケースって転がせちゃうじゃないですか。転がせるようにできてるから、だから取りやすいは取りやすいと思うんですよね。ささーってで、スーツケースってお揃いのものいっぱいあるから、なんかガラガラって引きずっていっちゃえば、あれ自分のじゃないって思っても、違うかなみたいな、こう一瞬の気の迷いとかができるじゃないですか。なんか意外にねやりやすいんだと思います。めぐぐさんのお客さんで過去に取られちゃった人いましたか？たくさんいますよ。もちろん一緒にいる時にはないですが、ありますね。今もお話ししたように私と会う前日に取られちゃったとか、だいたいみんな私と会う前に取られちゃってますね。やっぱりいくら注意しててもどれくらい注意しなきゃっていう感覚もわからないですし、で1日例えば私と一緒に過ごしたらちょっと口うるさいかもなのですが、お席に座るたびにここに置かないでくださいって言ったりとか、しつこいくらいに私も注意するので、それでなんとなく一緒に過ごすうちに勝手に脳みそに残るんだと思います。席に座ってもここに置いちゃいけないんだとかね、そういう風に残ると思うけど、そういう感覚がなく過ごしちゃうと、やっぱり狙われて取られちゃうって方は結構な割合でいらっしゃいますだからね、もうちょっとね一緒にいる間はちょっと私多分口うるさいと思うのですが、それはちょっと皆さんの安全を守るために言っているのでお許しくださいちょっとね怖いですね。
来週のみの市のカフェのガイドをお願いしています。楽しみですねめぐぐさんにお会いできるのが本当に嬉しいです。私もすごく楽しみにしていますめぐぐさんは自分のことより人の心配を優先しそうなので、人と一緒の時はそちらに気をつけていて、それで一瞬の隙を突かれてしまったのかもしれないですね。今回もね本当にそうだってちょっと反省してます。だからなんかやっぱり自分が今回みたいに自分がそういう目にあっても一緒にいる方にもドキドキさせちゃうから、自分のことも同じぐらいもっと気をつけられるように成長しなきゃなって思える経験でしただから神様からのねお告げだと思うの。今回もそろそろ気をつけろよみたいにね言ってくれたんだと思う。しかも1回取られたお財布をどんな形であれ取り返せたから、多分神様からの注意喚起だったと思いますね、いい感じに注意喚起してくれてよかった取られちゃうとショックだけどねありがとう神様グループだったんですね。人にあげるほどお金ないため何読めない。私にお金くださいって感じですので、むしろ私にお金くださいって感じですのであげようとも思わないですがでもねなんか道でこうやってたりするとねかわいそうって思っちゃうんですよね。オペラ座近くのザラの前でお金を紙コップに入れたのをガシャンってひっくり返して観光客をびっくりさせて気を引いて荷物を盗もうとしてた人がいました。交代でやっててびっくりしましたそうあれもねシフト制なの。最近はねわざとこういうこれガラスだけどペットボトル、透明のペットボトル、コーラとか入ってるペットボトルを半分に切って透明のカップにお金を入れてて、足元でねちゃんと見てないと見えないの。わざと見づらいカップにしてて、透明のカップ、プラスチックでみんな気づかないで蹴っちゃうことが多いんですよね。紙コップだと存在感あるからなんかあるなって思うんだけど、透明だから結構見えなくて、それに足が当たって私も蹴っちゃったことあるんだけどガシャンって蹴っちゃって、でそうするとやっぱり蹴っちゃったら罪悪感あるからみんな小銭を拾ってそのねペットボトルに戻そうとする。でその時に狙って取るっていうパターンね。これはね確かにオペラ座付近多いですね。あとシャンゼリゼすごく多いで、最近ねすごいさらに増えた気がする。多分それねよく取れるんだと思うよく盗めるんだと思う。で1日に3回ぐらいはあれ倒しちゃってる人見るから本当に見づらいので気をつけてください。ペットボトルに最近は入れてて本当に見づらいから足元注意。座ってこうやってただ座ってるだけのねペットボトル版みたいな、だいたい若い男の子なんだけどがいたら気をつけてください。足元にペットボトルのお金のが置いてあるので蹴らないようにしてください。なんかねそういうね好き作るテクニックもねだんだんね上手になってきてますよね。ちょっとコーヒーいただきます。今日時間遅いし短くって思ってたらもう1時間経っちゃった。ちょっと今じゃあ来てるコメント読んで終わりにしたいと思います。ごめんなさい、もう12時過ぎてますよね。遅くまで見てくれてありがとうございます。今日顔ほてってるし丸いなTJB 乗るときにスーツケースにワイヤーロック3つくくりつけ同行者のスーツケースともくくりつけていたら外人に笑われました。でも今日のお話聞いてそれくらいしていいと思いました。本当にいい。もうね笑われてもいいの、ダサいと思われても全然いいの、取られないに越したことがないので、もう自分でやった方がいいと思うことは全部やった方がいいです。それで恥ずかしいからってやらなくて取られちゃった時の後悔の方が大きいからそれでいいと思います。 TJB とかね長距離の電車に乗る時にも入り口に荷物を置くところあるんだけど、そういうところもやっぱり気をつけてください。お席狭いからそこに置かないと乗れないこともあるけど、例えばドアが開くたびにちゃんと目視で確認するとかね。あと最後の終点目的地、パリとかに着く時にちょっと早めに行って荷物を持ってるとかね、そういう風にしてください。本当にああいう長距離電車の中も結構取られやすいですし、これももう最近のお話、これもこの前したけど最近のお話で、ユーロスターに乗ってイギリスロンドンからパリに来るっていう方を
パリの北駅でお迎えに行ってっていうことがあったのですが、その方はやっぱり行く前からもうずっと私も注意してたし、ご本人たちも危ないって分かってたからスーツケースとかもしっかり管理してましたが、その方たちの目の前に乗ってた外国人の人が眠くなっちゃってで走ってる間にユーロスターって途中で地下トンネルなので止まらない停車駅ないんだけど、ロンドンからパリに来る間にすごい熟睡をしてて、で寝てるなとは思ってて、寝てるけど大丈夫なのかなとか思ってたらしいんだけど、で寝てた方がいざパリに到着してみたら、いきなりかっこいい車撮った、いきなりなんか「はー」とか言い出して、外国人の方で、なんとその方寝てる間に身ぐるみ全部剥がされてて、お靴とか脱いでね足乗せて寝てたから、お靴もない、なんか持ってたバッグとか携帯電話も全部なくなっちゃってたみたいで、っていうのを目の当たりにして、でその日本人の方もなんかもうやりすぎるぐらい注意してて本当に良かったって思いました、実際に撮られた人が目の前にいたから良かったって思いましたっていうことがつい最近もありました。なので電車の中でも本当に気を抜いて日本みたいに寝ちゃってたりとか、あとね、日本人の方の癖でこうやって携帯をね電車の中で座って見ながら疲れてこういう風に寝ちゃったりするんですよ。これついてない人多いので、手帳型ケースとかでもこうやって持ったままこうなっちゃってたりとか、こうやって持ってるつもりでこうやって寝てたりとかする方が結構観光客の方でいらっしゃいます。そうすると本当にね、気づかないうちにスッて取って走って逃げられたりとかしちゃうので、電車では寝ないようにしてください。基本中の基本ですパリの背の高い綺麗なお姉さんに道を聞いたら、同じ方向だから一緒に行こうと言ってくれた。美人とシャンゼリゼを歩けて嬉しかった。いいですね。パリはスリだらけじゃないからみんな行ってね。そう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 いうね、こういうスリのお話ばっかりすると、最初にもお話しした通り怖がらせちゃうみたいになっちゃいますが、私が今しているお話は最低限気をつけないといけないですよっていうお話です。もう何回もお話ししている通り、気をつけてますっていうのをアピールしていれば、スリの人たちも狙いにくいし取られることはない。ちゃんと自分で守れること、携帯電話もお財布もバッグもちゃんと注意していれば自分で守れるものなので、それさえできていれば本当に綺麗だし全然自由に楽しめるし、ただその最低限守るってことが日本人には慣れてないので取られやすいってだけだから、ちゃんとシミュレーションして来る前にスリ対策みたいにね、リュックはやめるとか、携帯電話はちゃんと首から下げてお洋服の中に入れるとか、お財布はチェーンにつけるとかね、そういう注意をしてくればそこまでそんなに来てみたら全然怖くないし、逆に気が抜けちゃうの。なんかあんなに言われてあんなに注意してきたのに全然何もなかったし、すごいみんなフレンドリーだし、なんか全然危険を感じないで過ごせましたって人の方が大半です。ただそれが当たり前だと思うと危ないので思ってはいけないけど、ちゃんと最低限の注意してれば危ないってことにすら気づかないぐらい楽しく過ごせてしまうので、だから怖いではなくて気を抜いてはいけないっていう風に捉えてもらったらいいと思います。もうぜひこんなお話した後だけど、ぜひパリにいらしてください。本当にね、来たらね絶対感動する。来てよかったってね 100% 思ってもらえるところだと思う本当自分の国ではないけど本当にね、なんか見てる本当にねいい国だし、本当に美しい。とにかくどこ見てもエレガントのいちいち美しいので、ぜひ皆さんパリにいらしてくださいそして私を見かけたらぜひ話しかけてください経験ないけどへこむよね取られたらへこみますよね。パリは現金なしでも大丈夫そうですか？はい、現金ゼロはちょっと不安だと思うので何万円かはしてきたらいいと思いますが、現金なしでも基本的にどこでもカードでお支払いできます。逆に電車のチケットでも何でも現金がダメってところの方が多いので、基本的にカードで OK で、注意しなくちゃいけないのが、クレジットカードはビザカードが一番いいです。
マスター JCB とかアメックスとかダイナースは使えないお店が結構多いです。で最近これよくあるのですが、なんだっけ、マスターカードが OK のところ多いのに、日本のマスターカードだけなんかカードが湿ってるというか、ウェットなカードが湿っていて読み込みませんみたいな表示が出ちゃうことがすごく多いんですね。これね、原因はね未だにわからないのですが、フランスのクレジットカードの決済の機械と相性が悪いのか、日本の、マスターカードだと機械を通らないことが多いので、できればビザカードだったら絶対使えるのでビザカードを持ってくるといいと思います。あとは日本の銀行が結構厳しくて、海外で何回か使うと勝手にセキュリティでブロックをかけちゃうっていうところが多いので、それでいきなり使えないってなる方が多いので、外国に来る、フランスに例えば旅行に来るという時には、いつ電話なのかちょっと日本のシステム分かりませんが、何日から何日は海外に行くので海外で利用する予定がありますって銀行なのかカード会社なのかに伝えておくとブロックされないで使えると思います。これもね、皆さん知らないで来て使ってるうちに3回ぐらい使ったらいきなり使えなくなっちゃうっていう方がね結構いらっしゃるので、これは先に対処しておいた方がいいと思います。で現地に来てからもしもブロックかかっちゃって使えなくなっちゃったって時には、日本の営業時間だから、フランスの明け方、夜中からお昼ぐらいにかけての時間帯が日本の営業時間だと思うので、その時間帯にインフォメーションに電話してカードが使えなくなってて今外国にいるので外国で使えるようにブロック外してくださいって伝えると外してくれますっていうことがあります。これはね、なかなかなぜか観光ブックとかにも載ってないし、なんかみんなこの情報を知らなくてですね、結構困っちゃう方多いので、そういうのも一個の動画にできたらいいと思ってるんだけど、注意してください。もうやばい、1時間以上経っちゃったんで、ちょっとコメント読んで終わりって言ってるけど、たくさんコメントありがとうございます。私が話さないようにコメント読みます。なんかついついね、みんなにいろんなこと伝えたくなっちゃうんですよね。寝ながら見てました。楽しかったです。よかったパリの人々は日本人に優しいですよね。優しくて感動したことたくさんあります。そう、スリ以外のフランスの人は日本人大好きで、どこに行っても好かれるし、だいたいホテルの人もこんにちはとかありがとうとか、お店の人も日本人って分かるとありがとうまたねとか言ってくれるし、怖いことさえスリ以外除けば本当に日本人は大歓迎の国で、日本人で良かったなって感じられる国だと思います。スリはいるけど、それ以上にパリは食べ物も芸術も景色もメググさんは素晴らしいですね食べ物とか景色と芸術の中に入れてもらっちゃっていいんですか？ありがとうございます嬉しいな。もしもパリに行ったらメググさんを探し歩きますはい、探してください。だいたいオペラ付近かマレ付近フラフラしてるので、毎日どこかのカフェで作業してるので探してくださいめぐぐさんの言う通りパリはいい街でしたね。よかった。本当に来てみたらね、本当に絶対いいって思える街です。それは保証するだから来てくださいめぐさんとお茶したいしましょう事前にカード会社に伝えると期間限定でブロックを解除してもらえます。現地からだと海外料金で高いです。あ、そうなんだ。じゃあ来る前に皆さんも海外で利用できるようにブロック外すようにしてください。どうしたの？なんでこんな顔してんのこんばんはしてる今こんばんはってしてくれた方もいらっしゃいますが、もうね1時間経っちゃってちょっと今日本何時？もう日本もうすぐ1時ですね。すいません。しかも大きい声でお話ししちゃった。フランスは今昼間のもうすぐ6時かな。でもまだ全然明るい。最近は9時過ぎぐらいまでこれくらい昼間のように明るいですがね、ちょっとたくさん話したいけど、皆さんまだ月曜日で1週間始まったばっかり。明日からもねもりもり頑張らなきゃ、楽しまなきゃいけないと思うので、今日はこの辺にしたいと思います。
今日も遅くまでお話ししてくれてありがとうございました。幸せいっぱいでした。楽しかったです。日本はもう1時になっちゃいましたが、寒いの暑いのちょっと今日そういうお話できなかったけど、日本は暖かいって聞いているので、涼しくして気持ちいい夜を過ごしていい夢を見てください。フランスにお住まいの皆さん、パリに来てるよっていう皆さん、なんか全然雨も降らずに晴れたり曇ったりでいい感じの一日なので、私もこれからちょっとふらふらとお散歩しようと思うので、一緒に楽しい午後を過ごしましょう。それではまた来週月曜日かなにドライブをしたいと思うので、また皆さんとお話できるの楽しみにしています。通知はなんだっけ、インスタグラムと YouTube のコミュニティのところでライブ告知とかをするので、そちらをご確認ください。あとごめんなさい、最後に宣伝させてください。パリでプライベートガイドとか個人アテンドとかね、コーディネーターをやっているので、もしこれからパリに来るよっていう方、初日に1日ちょっとカフェしながらパリのこと、パリの過ごし方を教えてくださいとか、心配なので空港にお迎え来てくださいとか、1日びっちり王道の観光を一緒にしてくださいとかね、そういうことも全部できますので、お仕事のご依頼はお気軽にインスタグラムかアメーバブログのメッセージ機能からメッセージをください。すぐにお返事できないこともあるので、急いでいる場合には文章の最初に急いでますみたいなメッセージを付け加えてくれたら優先的にメッセージお返事します。よろしくお願いします。一緒にパリ楽しみましょう。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。また来週お話できるの楽しみにしています。おやすみなさい。バイバイ。